老子が言ってる樽を知るっていうのはさ、ね、充足で満たされていなさいっていう話であって、ね、常に満たされていなさい。で、それが幸せだからって、その通りですよね。にもかかわらず、僕たちが受けてきた教育、常にハングリーであれって真逆を教えられてるんですよ。それでいて幸せになりなさいって。で、幸せですって言うと、そこで満足してたらダメだって言われるの。何これって話なの。このおかしさ気づく？おかしいやん。なんだけど、そういうものだって洗脳されちゃって、ね。あ、私はまだ満たされないと。到達する夢のその大きさがちっちゃかったからだとかって、また別の勘違いに走ってっちゃうんですよ。ね。で、この次に経験として僕らが、覚えていってるのは、ね、この段差のギャップの違いによって、達成感も比例して大きくなるという経験で、実際経験しちゃうんで、おーって思っちゃうんですよ。ね。今までは、ね、こういうちっちゃい段差をチャレンジしてたと。で、違うチャレンジをしたとしても、このギャップをステップアップしたってのは、それはそれでまた感覚として慣れてしまうので、そうかと。この段差、ギャップを大きくして乗り越える方が嬉しいぞって、うわーやったーって、で、その達成感大きいぞ。だからそっか、夢は大きく持たなきゃいけないんだって言って、間違った教育を正当なものとして取り入れてしまうわけです。はい。で、だけどさ、この達成感って刺激を求め続けて、ね、この欲求がエスカレートしていくと、段差が大きいほどね、快感も大きいって。なんだけど、それ繰り返していくと、階段じゃなく、どんどん反り立つ壁になっていくんですよ。ね、もう、あれですよ、もう日常生活がサスケのファーストステージですよ。次に次にもっともっともっとって。なんでそんな自分をいじめなきゃいけないのって。なんだけども、そのチャレンジすることに一種娯楽性を見出しちゃっているところがあるんで、ね、このゲーム、ね、サスケを楽しめる人はいいよと。なんだけど、いや、私、サスケ関心ないわ。別になんでその競争に参加しなきゃいけないのって人もたくさんいるわけでしょ。なんだけど、社会全体として、もうサスケをもうクリアすることが、素晴らしいみたいな一辺倒な、ね、変更報道、変更思考でさ。はい。ねえ。なんだけど、これもずっとやっていくとさ、若いうちはいいの。体力も気力もあるから。だけど、ある程度ね、30代、40代、まあ30代ぐらいはまだ頑張るから、でも40代、50代、60代ってなっていくうちにさ、残念ながら、老いってのはやってくるわけよ。そうすると、この気力も体力も若い時ほど出せなくなるの。そうするともう、前乗り越えた壁って、もう乗り越えられないの。ね。より大きな達成感を求め続けた結果、たどり着く先は本当の不可能なんです。はい。もう無理ですってなっちゃうんです。僕にはもう乗り越えられません。若い時だったらできたけど。で、そうするとさ、もう、燃え尽き症候群がやってくるしか、もう残りないわけ。それはそうだよね。それを幸せだと思って追い求めてて、他の幸せの見出し方を知らないまんまだから。はい。で、その先にさ、何が待ってるかっていうと、このままチーンってなってるのも悔しいから、いや、前みたいな大きな段差は超えられないよ。だけども、ね、わずかでもね、ステップアップ、ちっちゃいギャップの段差を
相変わらずね、一歩一歩進んでいくんだって、その小さい喜びで、樽を知るって言ってね、そこを楽しんで余生を過ごすんだって言って新しい趣味見つけてみたりだとかさ、ね急にフラダンス始めてみたりさなんかやったこともないようなクロスワードパズルなんかやり出したりとかさ、暇つぶして。ねえ、まあ、できなかったことができるようになったって、これでもいいやって。だからそういうなんか意気消沈した人生になっていかざるを得ないじゃんっていう話な。はい。ねえ、だから、ここの見出し方そのものをやめようよっていうことなの。そういうことを指摘しても、じゃあ、この妙や今日のね、幸せの、味わい方ってどうするんですかって、また、行動指針として求めちゃうわけね、人は。だけども、ここで言ってるのは行動指針ではなくって、心のあり方の話なわけですよ。だから、何をすればいいですか？どうすればいいですかっていう質問自体が、今日の世界のやりとりになっちゃってるわけ。はい。これついてこれますか？ね。引き寄せの法則学ぶ、ね、ノンデュアリティ学ぶ、そこで言われてる幸せっていうのを体験したいっていうのを、今日の世界で成し遂げようとしているの。はい。で、続きまして、はい。で、そういうふうな、僕らは洗脳教育によって、幸せ、幸福のイミテーションをせっせと集めていたに過ぎないっていうことなんです。はい。で、続きましてだいぶ飛びましてね、老子道徳経の71章をご紹介したいと思います。はい。老子道徳経第71章。自分が何も知らないと自覚している人は健全だ。知らないくせに知っているつもりになっている人はある意味病気だね。病気を病気だと自覚すれば病気でなくなる。他を生きる人は病んでない。病んでいることを病んでいると自覚しているからこそ健全でいられるんだ。はい。ここすごく大事なとこなんですよ。まあ最近サンガの方でも繰り返しお話ししているんですけども、僕たちは、頭が悪いわけじゃないんですよ。というか、そんなに、頭良くなれない性質なんですよ、人間って。ポンコツなんですよ、もともと。うん。で、そのポンコツがさらに洗脳教育の中で、いわゆる精神病に陥っちゃってるんです。でも、周り中みんな病気だから、それがデフォルトの世の中だから、私は健全だって誤解しちゃってるんですよ。そうじゃないんです。僕たちはみんなある種の病気です。機能不全ですっていう状態なんです。ねえ。